はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。はい、今日はね、手引きのハンドグラインダーをご紹介したいと思います。こちらですね、絹コーヒーグラインダー M47 というね、そういったシリーズになるんですけども、絹って聞いて、お、懐かしいって思う方、こういった手引きのミルを結構初期からね知ってらっしゃる方かもしれないんですけども、そうなんですよ。この絹がですね、再び日本にやってまいりました。かなり以前の私の動画でも実はこれやったことがあったんですよね。そっから一回絹はなんか表舞台から一回ちょっと引いちゃった感じがあったんですよ。で紆余曲折ありまして、こう復活のようなね感じになりましたので、もう早速ねこれお借りできましたのでご紹介していきたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。今でこそこういった手引きのミルでコーヒーがものすごく今流行っていてブームが来たんですよね。でコーヒーミル、こういった手引きのものを持ってるっていうのは本当ね5、6年以上前には本当の一部のマニアの方が持っているぐらいで、自宅にあんまりなかったんですよね。5、6年以上前の話っていう時にね。でこういったコーヒーミルが脚光を浴びたっていうのは、なんかこう第3サードウェーブが来て、こうコーヒーミルがねなんかこう少しずつ認知されていって、でキャンプなんかでポーレックスとかセラミック製のミル、刃を持ったねミルとかが結構人気になっていた頃に、皆さんこっちは知ってらっしゃると思うんですけど、コマンダンテっていうドイツのねこういった手引きのステンレス刃を持ったものが某番組でですね脚光を浴びまして、そこからこういった手引きミルっていうのはこう火がついてきたっていう歴史があるんですね。そのコマンダンテがまだそんなに有名じゃなかった頃で、高性能ミルで一部のそのコーヒーのマニアさんから注目を集めてた頃の話なんですけど、そのコマンダンテと対をなす高性能ミルっていうのが実はこの絹だったんですよね。今でも覚えてますけど、ちょうどねやっぱそのコマンダンテとこの絹というのがドイツ製のこういった手引きミルで、もうね金属刃を持ったものっていうので、すごかったですよね。当時よく切れるなっていうのが印象と、やっぱり当時から多少やっぱ他のミルに比べて値段が高かったっていうのがあったんですよね。やっぱりコマンダンテっていうのが脚光を浴びた中で、この絹っていうのはちょっとねいろいろありまして、一回表舞台から姿を消していたような感じでした、日本ではね。そのドイツ製のねそういった高性能ミルの絹が再度こうやって出たということで、僕はねこれ結構大興奮なんですよね。当時はまだね他のメーカーとか、それこそタイムモアとか1Z プレストとか、今もうすごい人気を博してるメーカーとかがまだ全然なかった時代の話なんですね。いやだからねこれがね再度なんかこう正式に来て、僕は結構嬉しい限りではあります。今日はねこちらの絹をで、試し引きというかね、そういうのをやっていきたいと思います。ちょっとね分解なんかもして、中をちょっと見ていきたいと思います。はい、これかっこいいですよね。重厚感が結構あるんですよ。で、この粉受けはこのマグネット式になってるんですね。こういう風にね。ここで引き目調整というのはできるんですけども、ちょっと緩めていただいてね。で、こう無段階調整なんですよ。なのでここにねメモリがこうあるんですけども、こういった感じでね、これをこう回していく感じになるんですね。で一番最初にこのハンドルがまずねこの一番上のここをねこう外すんですよ。懐かしいですねなんかこの感じで、こういうふうに外れるので、こういった感じでね、このハンドルをこの穴にですねここにあるのでこう通して、でちょうどここのね穴をこの真ん中にこう合わせてネジで留めていくと、これでハンドルが装着するっていう感じのねミルなんですよ。こういう感じですね。はい。なんかねレトロ感も
ありますよね、今となってはね。で、引き目調整なんですけど、先やっちゃいましょうか。このまま締めた状態だとこれ硬くて動かないので、若干ねこれ緩めてください、上をね。でそうするとここがね動くようになります。で、一番締めた状態は時計回りにこうねやっていくと一番締まる状態になります。そうするとここにね線があるんですけど、ここが今0になってる状態ですね。ここからもう無段階なのでクリック数とかないんですよ。カチッカチッとはなんないので、例えばねこれをこう反対側、反時計回りですねに緩めてってこう引き目調整をしていくといった感じになりますね。基準というのは説明書にも書いてないので、今日だいたいこのぐらいに緩めるとこんぐらいになりますよみたいなことをやってみたいと思います。じゃあその前に一回ちょっと中見てみましょうか。分解していきましょう。ここをね一番上を外していただきます。いやーなんか懐かしいですね。でこれね部品とか絶対なくさないようにしてくださいね。でハンドルね外しておきましょう。もうでこういう風になってますよね。それをここが取れます。これねこれ置いといて、で次にですねここマグネット取ってもらって、粉受け取ってもらって、ここ後ろこういう風になってるのでここを押さえてひっくり返します。でこの部分をこの引き目調整を緩める方ですね、ぐるぐるぐるっと回していきます。そうするとこういう風にね外れるんですよね。これ向きはあんまり大丈夫だと思うんですけど覚えておいてください。外れました。で下押さえてますよね。ほらここをねここぐにゃっても外れるようになってるんですよ、こういうふうにね。なのでこれをここね気をつけてくださいね。ここ引っこ抜きます。でバネが入ってるので気をつけてくださいね。こんな感じでね分解できちゃいました。こんな感じです。でこの部分ここにねバネがあるのでこれなくさないようにしてくださいね。で内刃がこういう風に入ってます。でこれ軸ですね。こんな感じですね。この内刃結構皆さん最近はね興味あると思うんですけど、こんな感じになってます。真っ黒のね、これはステンレスですかね。で、6枚刃になってますね。でちょっとこれね少し大きいんですよ。47ミリかな、薄刃になってるんですよね。で清掃する時はね、こんな感じでブラシでシャッシャッシャッとやればいいのかなと思います。では組み立てまでやっちゃいましょうか。こちらですね、軸にまず内刃入れちゃいましょうか。こんな感じで入れちゃいます。でバネもねこんな感じで入れます。でこうなったら本体の方に下からこう入れていきますよね。でここを押さえておいて、これを上からはめます。で次にこれですねを置いて、ハンドルはね最初はめるかはめないかはお好み次第で、最後にこれをはめるだけですね。これで組み立てが完了しました。いや実はねすごいシンプルなんですよね、この絹って。こうやって組み立ても簡単です。なのでね、もし分かんなくなったらこの動画をね見ていただけると嬉しいです。ではですね、説明書にも基準というのが書いてないんですよ。なので大体こんな感じかなっていうのを今日やってみたいと思います。一番締めた状態でやってみましょうか。ハンドルを装着します。こんなもんにしようかな。ではね、今ねやってしまいました。久々にやっちゃいましたね。今ね完全に逆につけてました、ハンドルね。こういうことがあるので気をつけてください。もうそのままね流しちゃいますね。ではね、改めて装着をしました。これでね引けますね。では引いていきます。引き目が0ですね。うわすげえさすが。
ね、順々にやっていきましょうか。次は、はい、とりあえずね5のところに合わせてみました。5の数字、いわゆる25メモリを緩めたところだとほとんど変わらなかったので、1周もう0から1周回って0のところですねに合わせてみました。はい、とりあえずね弾き終わりました。いや正直言ってねすごいです。やっぱり弾き心地っていうんですか、ものすごい滑らかなんですよね。なんかね、なんでしょう、クリームのようなって言っちゃ変なんですけど、ものすごい滑らかにグラインドをすることができます。まずねこれ一番ゼロのところで弾いてみました。もうこれすごい、ほら完全にもうパウダー状態になっちゃってますよね。こんな状態です。でちょっとね気持ち5数字でいう0から5のとこまで緩めてみました。メモリ数でいう、要は25みたいな感じですよね。0から1の間が5メモリあるので、5のところですねに緩めてみまして、それでもねほとんどこれ変わんない状態なんですよ。要はこれが何が言えるかと言いますと、要は無段階で引き目調整というのがね凄まじく細かくできるということなんですよね。で1周緩めました。一番締めた状態の0から1周回って0のところに緩めた状態がこれになりますね。はい、見てください。これもね結構細かいんですよね。すごい。でさらに1周緩めた0のところがこちらになりますね。2周緩めたところですね。やっとここら辺でなんでしょう、モカポット、マキネッタなんかに使えるような引き目になってきましたね。でさらにもう1周緩めました。3周緩めた感じで、はい、ちょっとねドリップ域にちょっと入ってきたかなっていう感じですよね。でちょっともうこれだと拉致が開かないのでっていうかあれですけど、はい、もう2周緩めました。だから1周2周3周緩めて、さらにこれは5周緩めました。そうするとこんな感じでねだんだん粗くなってくるよっていう感じですね。ここまでくるとフレンチプレス範囲になってきますね。はい、でもね引き目もめちゃくちゃ綺麗でしょ。これはねだから要はものすごい細かくいろんな引き目を試したいっていう方はねものすごくいい感じにできるかなと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね絹コーヒーグラインダー M47 をやってみました。いやーこれ久々ですね。絹嬉しいです。すごく。で性能はねやっぱり抜群ですね。そのコマンダンテと対をなすという存在だったのは衰えてないというか、そのままその機能として残ってる感じがしますね。その代わりやっぱりねちょっと高いんですよ、価格が。めちゃくちゃ高いので手引きミルにしてはね。っていうのが昔、今物価高じゃないですか。コマンダンテもだいぶ価格上がってますけど、それと同じくねどうしてもこの絹もめちゃくちゃ高くなっちゃってます。なのでほんとマニアックなというかね、これでやってみたいっていう方のみ検討されてもいいかもしれないですね。もう結構ねいい電動ミルが買えちゃうぐらいの価格になっちゃってるので、そこはね個人の自由だと思いますので、やっぱりねどうしてもその手引きミルの中ではやっぱりね最高峰と言ってもやっぱいいかもしれないですね。そんだけすごい機種だなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。